こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダーからバッドファンダー、チャートなどまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、ブラックロックのスポットビットコイン ETF、IBIT のオプション取引が承認されています。SEC の迅速に承認したという文言が注目されてますね。スポットビットコイン ETF の次のステップは、このオプション取引の承認だと言われている中ですね。先日、ナイスやシーボなどがオプション取引の上場申請を撤回して、また SEC から修正依頼がかかってるんじゃないかとかですね。いろいろ憶測が飛び交ってましたけども、今回ナスダックの IBIT のオプション取引が承認となってます。他社がこれに続けるのか注目ですね。で、昨日の米国の ETF のフローは全体でプラス 0.92 億ドルの純流入となってます。これで週間フローはプラス 3.97 億ドルとなってまして、先週に引き続き週間でも純流入記録となってます。一方、イーサはほぼプラマイゼロですね。今週も週間でマイナスとなってます。香港もビットコイン、イーサともにゼロを記録してます。あと、オンチェーンの方では、取引所の BingX から不正流出が観測されてます。ホットウォレットがハッキングされて、イーサや BNB、マティックなど、約4300万ドル相当が流出したと見られてます。ハッカーは抜いたアドレスを一つ挟んで、一部保管しているようですね。BingX はですね、損失はわずかで対応できてますと。資産のほとんどはコールドウォレットで安全であり、ホットウォレットで影響を受けたのはごく一部だけですと。ユーザーの資金を保護するため、セキュリティを強化しながら、チャージと引き出しの時間を延長してますと。コインは24時間以内に処理されますと声明を出してます。連日ハッキングの話題が絶えない状態となってますね。これも売り圧ファンダとなる可能性もあるんで、その後の動向に注目ですね。ビットコインの価格は現在62,900ドルあたりを推移しております。発表された注目指標の方では、日銀政策金利が 0.25% から 0.25%、中国のローンプライムレートが 3.85% から 3.85% と、いずれも据え置きとなっています。また注目されてた上田日銀総裁の会見ではですね、見通し通りであれば、利上げをするがすぐではないとかですね、事前に期待されてた利上げを少し慎重にするような発言が目立ちまして、会見が行われた昨日15時以降はですね、ドル円も上昇しています。で、その後、米市場明けでは、米金利も上昇して、米株各指数、ビットコインも反発傾向となっています。で、またビットコインは先ほど取り上げた ETF のオプション承認が今朝6時頃に拡散されまして、一時的に上がった展開となりましたね。米国債金は 3.741 を推移しておりまして、ナスダックが 19,791、S&P500 が 5,703、ダウ平均が 42,063、金ゴールドが 2,621 ドル、日経平均が 37,723 円、ドル円が 143.85 円となっています。金が再度 AT 値更新となってますね。個別株の方では、マイクロストラテジーがさらに 7420BTC の買い増しを報告しています。平均取得単価 61,750 ドル、4億5,800万ドルで購入とされています。これで保有量は 252,220BTC となってますね。株価はプラス 0.88% ほどとなっています。毎回転換社債発行で資金調達して買い増ししてますけども、どこまでいけるのか注目ですね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 0.59%、額としては348億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.0%、バイナスミはショートが 52.4% と下寄りになっています。今後の指標としては、9月23日に米 PMI9 月速報値、9月24日にオーストラリア中銀政策金利、ドイツの IFO 景況感指数、米コンファレンスボード消費者信頼感指数、米リッチモンド連銀製造業指数、9月25日にオーストラリアの CPI、スウェーデンの政策金利、米新築住宅販売件数などが控えております。他アナリストの見解ではですね、ハリス陣営がゲンスラー氏や批判派の議員、エリザベス・ウォーレン氏を民主党から引き離そうとしているため、ハリス氏が大統領選に勝ってもビットコインには追い風になるんじゃないかというですね、バーンエックの見解などが注目されています。またオンチェーンの方ではビットコインの価格とハッシュレートの乖離が注目されてまして、過去を見るとですね、この乖離が観測された後、ビットコインは上昇に転じていることから、一時的には上に期待できるんじゃないかとかですね、またマイナーの長期間の売却フェーズが終了して現物を蓄えていることから売り圧が減少して、これも上昇要因になるんじゃないかという見解などが話題になってますね。市場全体で見たら FRB の 0.50% の利下げが発表されたことと、日銀の利上げの警戒が収まったことから、再度リスクオンへの期待が高まっているのかなと思うんですけど、リスクオフの代名詞金がまた高騰しているのが気になるところですね。ビットコインの方もこれだけ材料が揃ったんで、分岐点と見られている64,000をこのタイミングで超えてもおかしくないと思ったんですけど、まだ突破できてない状況です。
来週に突入する前になんとか突破してほしいところですけども、徐々に勢いがなくなっている印象がありますね。チャートだけ見たら短期では上は6万4000を突破できるかどうか、下は6万ドルのラインで耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場どこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2540ドル、BTC 建ては 0.040 と、先物の方では、オアイは全体でプラス 1.83%、額としては117億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.2%、バイナンスミはロングが 67.1% と上入りになっています。その他アナリストの見解ではですね、ブルーになれば DeFi 市場の活性化からイーサのネットワーク状況が改善されるんで、イーサレームにもまだチャンスはあるとかですね。あとは過去の反撃を見ると、イーサはビットコインのパフォーマンスを上回ってるんで、今回も期待できるというアウトライヤーベンチャーズやステノリサーチの見解が注目されてますね。あとイーサの話題としては、イーサとビタリックのドキュメンタリー映画、ビタリック・アン・イーサレム・ストーリーがオンチェーン配信されたのが話題になってます。これは以前クラウドファンディングで260万ドル調達して制作された映画となってまして、2025年には主要のストリーミングプラットフォームでの配信を目指すとのことですね。YouTube のコメント欄には待ちきれないとかですね、熱狂的なファンのコメントが寄せられてますね。イーサは ETF の状況も回復が少し見られまして、BTC 建ても 0.04 回帰となってます。界隈ではビタリックが歌ったあたりから反転が始まったと、一部で盛り上がってますね。ただドル建ても BTC 建ても、共にちょうど抵抗あたりとなってますんで、ここも一段超えないとチャーター勢も楽観視できないのかなと思います。BTC 建てでは次 0.042 の攻防に乗れるかどうか、ドル建てでは2600の攻防に入れるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとその他の動向では、インドの最高裁判所の YouTube チャンネルがハッキングされて、XRP の PR に利用されたことや、投資家から資金を騙し取った空一岡氏に3600万ドルの支払い命令が下されたことなどが話題になっています。有名アカウントハッキングからの銘柄 PR が流行ってますね。あとここからはアルト関連になります。ソラナのジュピターが、ソラナのエクスプローラー、ソラナ FM とコスモスのアグリゲーター、コインホールの買収を発表しています。コスモスで20万人規模のユーザーを抱えているコインホールを買収したことが話題になってますね。ソラナの DEX はこれまでオルカやレイディウムなどありましたけども、話題的にもジュピターが頭一つ抜けてる感がありますね。ジュピターのトークンは現在 0.83 ドル、BTC 建てはプラス 3.8%、時価総額74位ですね。ソラナの DEX 代表としてさらに上へ行けるのか注目ですね。あとはマザーを発行したイギー・アザレアがオンラインカジノマザーランドの立ち上げを発表しています。マザートークンを利用してスロット、ポーカー、スポーツ賭博ができるとのことですね。従来のミームは支持を得られたら既存サービスを提携するというのが主流でしたけども、今は自社でサービスを作ってしまって囲うような展開が見られますね。知名度あるせいかスピード感ある展開となっています。マザーの価格は現在 0.062 ドル、BTC 建てはプラス 2.3%、時価総額は577位ですね。こちらもソラナのミームブームの生き残りですけど、チャートはカップを形成しつつあります。こちらもさらに上昇できるのか注目ですね。あとはテレグラムのケイティズンがついにエアドロ上場を果たしています。このチャンネルでも何回か取り上げましたけども、今回バイナンスや各取引所への上場となっていますね。ケイティズの価格は現在 0.89 ドル、時価総額は281位ですね。課金税はそこそこ儲かったという投稿が流れてきてます。猫系ミームも比較的強くなってるんで、その後押しもあったかもしれないですね。テレグラムのタップトゥアン流行ってますけども、今後の上場戦も勝ち戦になるのか注目ですね。あとその他リリース関連では、ジャンプクリプトが提供するソラナのバリデータクライアント、ファイアダンサーがテストリリース、ソラナ初の L2 と言われているバレットがテストネット、メインネットリリース予定を発表しています。あとはテロスファンデーションが新たな取引所テロス X を発表したことなどが話題になっています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。